にちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。はい。前回ね、買ってきた車の走行距離が調べられるサイトがあるよっていうお話をしたんですけど、その中でね、今ついてるメーターを改ざんするために戻せるんですかみたいなね、お話をしたと思うんですよ。で、今回は実際にね、ここにも書いてある通り、改ざん方法を公開しちゃいます。で、まずはですね、前回の動画で説明した車検証について最初にご説明していきます。はい。で、こちらご覧ください。ここがですね、走行距離の欄です。拡大したのはこちらになりますね。はい。見やすいように。ありがとうございます。で、これ見ると平成29年の6月の時に14万5200キロ。で、次の車検の時に令和、元年の6月7日に14万8500キロ。で、数字が増えてるので、これは問題ないですよという話になってます。はい。で、昔ですね、名古屋の業者がですね、業者オプションで車を仕入れて、20万キロとかの車を仕入れて、1日に車検を2回やって、この間ね、言ってましたね。そう、例えば5万キロにメーターを戻して、5万キロのやつをもう1日同じ日にもう1回車検やって5万キロ、ここが5万キロ、5万キロになっちゃうっていう、1日に車検2回やるとそうなるんですけど、それでも履歴が消えちゃうそうすると、消えてしまうと。この十何万キロなんですが消えてしまうっていうのがあったんですね。深いなそういうのが発覚して、そいつは逮捕されたんですけど、当然ですよね。でそれが、国土交通省の方で、それはまずいですよと、そういうシステムがあっちゃいけないんです。ということで改善されたんです。で、じゃあ改ざんした場合はメーターを改ざんして車検を通すとどうなっちゃうかってなるとこちらになります。で、これが拡大したものなんですけど、平成27年の9月の29日に16万8800キロで車検を通したんです。でも、次の車検の時30年の9月21日に12万2300キロって4万6000キロ戻っちゃってるんですよ。そうですね。おかしいでしょこれ。おかしいですね。おかしいでしょ。おかしいです。で、これもう一回車検通すと今までだったら12万2300キロになっちゃうわけですよ。で、そういう逮捕された業者みたいなやつをなくすために、今は改善されて走行距離記録最大値、車検を取るときに一番大きな数字はここに記録として残るようになってるんです。だから何回もこうやってても実際は最大値が乗ってくるんですね。巻き戻してもここにも乗っちゃってるんで、バレちゃいますよバレちゃいますよっていう話ね。そうです。車検証上ではこうやってね、証明できるようになったんですけど、実際例えば車検がない車、車検証もなくてメーターでしか確認できないよみたいなこともあると思うんですね。で、例えば32とか33だと何ですか、オードメーターのこうくるくる回る表示になってるじゃないですか。なんですけど最近の車って全部オドメーターのデジタル表示になってると思うんですね。で、ちょっと例出すんですけど、こちら見てください。これ34GTR のメーターになるんですけど、これすごいレアなメーターですね。分かる人は分かると思うんですけど分かる人は分かる。人は分かるメーターですね。でね、ここ、液晶の表示になるんで、例えば原始的な巻き戻しみたいなのってできるのみたいな、そういう疑問があると思うんですけど、この辺はどうですか？普通の人は戻せないんですよ。そうですよね。戻さない。いや、戻せない。コンピューターとかロムの中に数字が入っちゃってるんで、ロムを書き換えないと戻せないです。で、手っ取り早いのはここの数字よりも小さい、数字の、スピードメーター、デジタルのスピードメーターを購入して、中古のやつを購入して交換する。例えば仮にここが15万キロだったという話じゃないですか。で、中古のメーターが5万キロのメーターが売ってたとしたら、それと交換すれば5万キロのメーターに交換できちゃう。5万キロになっちゃうんです。そうですね。それが一番手っ取り早いメーター改ざんの方法です。ただ、このメーターを使ってやりたい。これレアなメーターですからね。そうそう。これなかなかない。例えばなかなかないですよ。
でこのメーター仮にここが10万キロだったやつを、仮に2万キロにしたい。まあ良い子は真似しないでください。2万キロにしたい、っていう場合はできます。そのネットでこうググってもらうと、メーター修理、そういうとこがあるんですね。スピードメーター修理っていう風に入れてもらって、検索かけてもらうと、メーター修理しますよっていう会社があります。で数万円払うとですね、希望の走行距離に応じて直してくれます。すごいですね。でもそれ本来故障した人向けっていうことの、それは法令遵守ですから、当然故障してどうしてもこの液晶が映らなくなっちゃったと。で今は本当は3万5000キロだったんだけど、3万5000キロねの走行で直してくださいっていうふうにお願いするのが通常というか、ちょっとダメな人は希望の走行距離にしてくださいっていうふうに言っちゃうと、そうやっぱなんか少ない方とかね、なんかこうそうですね、新しくなった、新品感が騙して売るかわからないですけど、自分の車がね、極端な例で言うとこれ0キロにしてください。1キロとかね、また新しい気持ちで乗れるかもしれない。なんか新品買ったみたいですよ。中古なんだけど新品買ったみたい。そうですね。なので悪い使い方しなければまあでも悪いことしてる人も中にはいると。中にはいます。それを防ぐために車検証上でこういうふうに当然走行距離が表示されるようになりました。で当然業者オプションだったり検索でメーターの管理システムに登録されてるんで、いくらメーターを戻しても走行不明改ざんっていうふうにデータが上がってきちゃうので、今いくらそういうことしても何のメリットもないという話ですね。なるほどですね。あともし売るってなったら改ざんした方が値段は下がっちゃいますかね。もちろん下がっちゃいます。じゃあ売るを考えてる人は意外と多いのが改ざんは改ざんなんだけど、例えば25万キロなんだけど実走行じゃなくて改ざん、25万キロの改ざんとかってあるじゃないですか。でそれを例えば輸出するときに25万キロだとなんかちょっと多いように感じちゃうから、5万キロにしたしようかなみたいな。なるほどですね。だから5万キロの改ざんが25万キロの改ざんだと、5万キロの改ざんの方のが気分がいいっていう。なるほど、どうせ改ざんならってことですね。どうせ改ざん。なんとも言えないですけどね、これに関してはね。なるほどね。じゃあさっきはデジタルメーターのね、修理なんて僕初めて聞いたんですけど、そういうこともあるんですけど、こちらはね、皆さんが知ってるところの、これ HCR32 のメーターなんですけど、皆さんね、大体昔の車のオドメーターはこういうふうにカチャカチャカチャっとね、数字こうプルダウンみたいな感じのメーターなんですけど、こういうメーターの場合はこれ例えば巻き戻すとか、そういうことってできたりするんですか？巻き戻し巻き戻し巻き戻しみたいな。ドライブでできちゃうんですか？巻き戻しいい子みたいな。なるほど。これやってみましょうか。これじゃあこれはあれですか、マイナスドライバー。本当はねマイナスドライバーじゃなくて精密ドライバー使うんですけど、あんまり精密ドライバー持ってる人少ないんで、ちっちゃいマイナスドライバー使ってみようかなと。これプラスここのネジを外すんで、プラスのドライバーも必要になってくるとは思うんですけど。なるほど。はい。じゃあ実際やってみましょう。はい、では実際にメタルを戻していきたいと思うんですけど、多分この方法ね公開している YouTube ここだけです。良い子の皆さんはそうですね、絶対にね真似しないでください。常にテロップを貼っていただきましょう。うちの会社が巻き戻してるみたいじゃないですか。いや絶対そんなことしない。一応技術がありますよっていうことをただひけらかしたいだけなんで。悪用はしてないということ。悪用今できないから。できないですね。車検証とかにねこう載っちゃってるし、うちがねメーター改ざんするのは良くないですよって言ってる会社がメーター改ざんしてたらまずいじゃないですかそれ。不利でしかないですよね。じゃあ実際外していきましょう。まずカバーがついてるんでカバーを外します。カバーはここのネジ爪がついてるんで、ここの爪とあとここの爪、あとここの爪4箇所あって、あと裏がこっちに4箇所あるんですけど、これ外していくとですね、いったとすると
外れちゃうんです。で、外しましょう。はい。で、そうするとこう画面が出ます。はい。で、実際はこれスピードメーターのアウトメーターなんで、ここのネジ4箇所あります。はい。ここね。わかりやすいように。普通はこうやって外すんですけど、ありがとうございます。視聴者思いだ。やりづらい角度で外しますけど、まあこれを外していきます。はい。ちょっと待って。それで風できてしまう。3分クッキング並みの。3分クッキング並みのこう。BGM はでもテレテテテテみたいな。これを外していくんですけど、これ外そうですね。外しますね。外すとですね、こうやって外れます。これでスピードメーター外れるんですね。手前にですね。はいはい。でこれ外します。で今そう見てもらうと分かるんですけど、19万8326。でじゃあ仮にこれってこっちのその10万の桁と1万の桁を直したいな。はい。あ、そんなこともできるんですか？これどの桁も直せるんですけどこの裏のそうなんですね。裏のここのところをピンポイントに桁をここにこう入れるんですけど、はい、はい、ここに押すだけです。なんとここ押すだけです。ここにこう押すだけです。そうするとですね、じゃあ変わる瞬間を変わるの分かります？そうですね、変わりました。変わるの分かります？闇だ。闇だ。これ押すとね、数字がちっちゃくなっていくの分かりますか？分かります。うわ、本当だ。じゃあ押してるのも。はい、こう押すだけなんですよ。押すだけなんですよ。こうカチカチ。はい。はい。もう15万キロになりました。やばい、もう4万キロも巻き直しましたよ。今の一瞬で。やばい。そうですね。じゃあ今15万6000キロだったじゃないですか。はい、じゃあこっちは1のところをじゃあゼロにしましょう。そしたらここの一番端っこのここのところですね。はい、ここのところ押すだけです。2回押すだけです。2回。カチカチと。0.5 刻みですか。ああ、なるほどですね。はい。ここでこう入れていくんですけど、で0の時は硬いんです実は。めったに動かないってことですか？行き過ぎちゃった。はい。これでもう10万キロタイムスリップだ。これで5万5326キロになりました。パチパチじゃねえし。どうしらこのスピード感。すごい。でこれをですねここにつけて、もう改ざんだ。はい。でできれば先にこれ締めちゃうと外れないんで、こっちの方がなんか難しい。はい。バチバチって入れて、はい。でこれを締めて。なんと。おさはい。はい、出来上がり。あらー。5分で14万キロタイムスリップしました今。で、一応せっかくなんで、はい、注意点。はい。お願いします。カバー外した時の注意点。はい。たまにね、一応これ説明しますけど、はい、たまにね、これもう一回外しますね。タコメーターがなんかおかしな位置になってる時ないですか？ありますね。変なところで止まってる。でよくね、うちの会社で売ったやつが例えばこうなんですけど、こうなってる時ないですか？こうなって届いてて壊れてんじゃないのみたいな。壊れてるよみたいなことで、いくらこう何しても動かないんですけど、で壊れてんから交換してとかっていう人いるんですよ。でもこれって治るんですか？治るこう言ってる。これだけなんで、これ1秒で治っちゃった。こうなってる人は壊れてませんから、ちゃんとそこ外してもらってこうやって戻してください。ずっと直せますから。なるほどですね。あとね、意外と多いのはQランプがついてる車ってあるじゃないですか。ありますね。これ外した時の燃料の位置なんですよ実は。ああ、なるほど。燃料の量なんです。外した時のまんま残るんですよ。ああ、そうなんです。ガス欠で外すじゃないですか。たまに排出する時ってガソリン少なくしたいから。そうするとこの位置がこう下がってる時あるんですよ。その E ゲージより下になっちゃってて、これ注意です。蓋を閉める時に
蓋閉めるじゃないですか。蓋を閉めた時、あ、もうちょっとこれ下がっててね、これもうちょっと下がってると、蓋を閉めた時にこう見てください。ここあ引っかかっちゃってあ、挟まってますね。挟まって、はい。燃料ゲージが上がらないっていうことになるんですよ。これいつガス欠するかわかんないやついやいや、これそうじゃない、そうじゃない、あそうじゃない違うんですか、そうじゃない。これで、はいね、取り付けして、はい。すいません、燃料ゲージの針が壊れてるんですけどっていう人いるんですよ。なあー挟まってて。そう今閉めてないんですけど、はい折れちゃう。これガチって入れるともう全く動かなくなっちゃって閉まっちゃう、挟まっちゃって。あなので挟まんないようにちゃんとこれ上げてください。この辺までこうグーッとグーッと、はい。でそれで取り付けしてください。はい。そうしないと動かないってクレームでまたね。クレーム来ちゃうんで、ははいいはい。相談に来ちゃう、はい相談に来ちゃう。そんな感じですね。なるほど。いや僕てっきりもここでこうやってもうグーって巻きにこうやってやるのかと思った。ここにね、はいここになんか挟んでデンドラとかそうつけて、はい。ガー往年の感じだと思ってました。ね、自分もねやったことあるんですよ。はい。ー興味本位です。はいそうでもね、逆回転しないんですよ。あ、そうなんですね。進んでいくだけなんですよ。あーこの数字が進んでいくだけなんですよ。はい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 。だから99万9999まで9までいって次がゼロに戻る。次がよくゼロになるんですよ。であいやどんぐらいかかるのかなと思って、はいね、1万キロ戻すのにどんくらいかかるのかなと思ってやったんですよ。はい。ガーってね戻した。どれぐらいかかります途中でね、はいデントラが壊れました。そっちがもうそれぐらい時間かかってオーバーヒートして熱くなっちゃってオーあ、バーヒートなるほどですね。 100キロも戻ってないんですよ。100キロも進んでない。耐えきれないそっちの方が。全然デンドラが耐えきれない。だからデンドラでよくね、はいなんかそういうイメージありますけどねやる人いるとかって言うんですけど、はいはい基本的にできません。レンドラコードなんだよってことあげないってことそうですね。先ほどのやり方をしないとダメです。なるほど。はいはい。じゃあまああれですね。まあこれは今こうデンドラ使わずにパチパチってやったんですけど、うんまあ今回はその改ざんについて悪用しないでねっていう動画でもあるんですが、うん例えばうんもう別に自分の車だし、うん走行距離関係ないよって人だったら例えばなんか7777にするとかよくね好きな人いますうんね。なんだろうなんか11万そうそうそう1111キロの記念の時の写真撮りたいみたいな人いるよね。いますね。ゾロ目がそうこ1234567とかにしてこううはいね、言いますね。それセットしてからセットしてが写真撮確かにちょっとズルできちゃうみたいなズルできちゃう。インスタとかに上げて。そう俺なんか今日なりましたみたいな。なるほどね。まあご自分の車だったらね、その後騙して売るとかじゃなければそういうのも楽しめる。意外とね多いのが例えばなんかエンジンオーバーホールしたとか、うんうんなんかこうねちょっとリフレッシュしたうああ、なるん。ほどですね。とかっていう人が、はい。リフレッシュしてから何キロ走ってるかっていうのがうーんあと自分買ってから何キロ走ってるかとか、これゼロにしたいとか、うん。こだわりが。そういう人がいるのでなるほどそういう使い方だったらいいんじゃないですかね。そうですね。うん、でもその代わり階段だよ。あ、メーター改ざん後でどうやったって。まあね、それうんそうそう承知の上だったらね。そう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 。はいうんじゃあもともと階あとは段だったらね問題ないもんね。うん、そうですね。うんじゃああとはこういうメーターをそのちゃんとした記録に残すってなると、うんまあディーラーさんとかでそう記録をつけてもらうディーラーで記録をメーター交換した日にちとか、はい走行距離とか入れてもらって、うんうんうんやってもらう。なるほど。うん。まあ、もしくは中古のメーターと交換するときに例えば普通は新品と交換するのが多いんですけど、うんうん中古のメーターの時は、ディーラーで中古の何キロのメーターと交換しましたって入れてもらえれば実走行になります。なるほおでそお。の時に中古のメーターの方を少ない数字にしてもらってから、自分でやってね、うんで出せばそれは合法です。うんなるほどですね。はい、うんはい認証工場さんでお願いすれば実走行になりますね。でちゃんと記録がつく。記録をつけて実走行にしたい場合はですね、うんはい、うなるほどんで。すね。はい、まあ今回ねこの2本の動画でお伝えしたのはもうメーター走行距離とメーターの関連性だったんですけど、くれぐれも悪用はしないでくださいね。まあ最近悪用できないあできないですね仕組みになってるからね、メリットがないんだよね。そうですね。ないですそうね。車検のたんびにさこう数字入れられちゃってるし、うん例えば
某オークションとかにこう流通させたり、はいあと自分たちみたいに買取店が査定に行った時時点でもうその時点でもう記録が入っちゃうんですよ、オークションを通してなくても、実は。まあ利益は出ないですよね。そうですねやっても。そう出ない、だから昔に比べたらそのメーターを戻す業者っていうか専門に戻す業者っていうのは少なくなってる、おーというか専門で戻す業者っていうのが昔はあったんですか？あった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 よ、いたいたそれも衝それも撃。すごいですよね。いたなるほどねそれ専門すごいだって1台3万とか4万とか、強気なまあ、やっぱそういう闇の値段でやられてるわけですね。そうそうそうだってそれで例えば20万とか30万さ高くなっちゃったり下手したら50万高くなっちゃったりするんだったらやっちゃうよね、昔は。そうですよね。車検証上に記録残んないし、そのメーター管理システムっていうのがなかったからあ、できる前ですね。まあやり放題、そう昔はやり放題だったらそこにあるわけなるほど。で今はできないよって話、やってもメリットがないよ、ないですね。だからやる人が少なくなったっていう。なるほどですね。はい。いじゃあ皆さんが中古車を買うとき、こういう走行距離とかね、しっかり気をつけていただいて、でもしね今回はこうメーター戻しの方法を紹介しましたけど、もしやられるときはご自分の責任で、くれぐれも悪用しないようによろしくお願いします。そうだね。はい。であとはトラスト企画では、まあ、こういうやり方は知ってますけど、お売りする車とかには絶対やってないというか、まあ、できないことがさっきねご説明いただきましたので、ご理解をよろしくお願いします。はい。では今回のメーターの闇シリーズはこちらで終了になります。はい。はい。なんか次やってみたい闇シリーズありますか、みーくん？え何このアナログメーターやってみるそれともアナログメーターでやりますか？グイーンってやります？じゃあウィンじゃないよ、ウィンじゃないよ、ウィンじゃないよ、はいあデジタルの。デジタルのところにこうあデジタ実際にやル。ってみる。検索したところに依頼かけて戻ってくるかどうかやってみる。あやってみましょう。ぜひ。じゃあこのどんぐらいかかるのかな、お金。どうですかね。相当万高いんじゃないですとか万単位で。昔頼んだ時には、なんかね3万ぐらいかかったよね、3万か4万ぐらいかかったような気がする。今もっと高いんじゃないですか、もしかして。こういうお世の中客さんから頼まれて、その走行修理壊れてたんで、はいでもそのメーターを使いたいってことで、ああ、なるほどですね。例えばなんか11万キロにしたいとか、なんか指定が指定があって、なるほどそれでなんか出したような気がする。なるほど。うんじゃあ、 3万4万かかったような気がする。もうちょっとかかりますよね。だって本当はあんまり良くないことじゃないですか。あ、でも修理か。修理は大丈夫なのか。そう、まあ日産の車は少ないんだけど、例えばアリストとかああ、トヨタ系ですね。液晶すぐねダメになっちゃったり、そのちょっとオートメーターのところの液晶かけになっちゃったりして、実際の走行距離がよく見えなくなっちゃったりとかするケースってあるんですよ。トヨタ系多いね。そうですか。アリスト以外もそうだけど、まあそういう時はほら直さなくちゃいけないんで、そうですね。まあそういう時はそういう業者にお願いするしかないんです。じゃあ今回じゃあお願いすること自体は悪じゃないですね。問題ないちゃんと修理ですね。です。はい、修理なんで。それからね、騙して売るっていうのがダメそう、要はその、走行距離を少なく改ざんして高く転売しようっていう気持ちがあるかないかだから。そうですね。そうそこ重要ですね。そうこう騙してやろうっていう気持ちがあった場合にその時点で犯罪になるわけです。なるほど。はいはい。じゃあ次回はね、実際にメーターの方修理に出してみて、例えば希望の走行距離にちゃんとなって帰ってくるか検証してみたいと思います。なんかすごい突拍子もない数字にしましょう。何？なんか77,777とか。別にいいじゃん、そんな少ない数字にすれば。あ、そうですか。ゼロとか。じゃあ0キロでね、戻ってくる。 0キロだったらなんかよくわかんないよね。あ、そうですね。まあいいや。じゃあまあやってみましょう。はいじゃあ次の動画もご期待ください。ありがとうございます。うん